札幌のフレンチレストラン秋長尾の長尾明宏です。VR ベース風のミネストローネをご紹介します。ミネストローネっていうと野菜だけで具沢山の野菜のスープなんですが、それにちょっと魚介類をプラスすることによって贅沢感、ちょっと贅沢感のある、ミネストローネに簡単になります。ぜひお試しください。ミネストローネの材料を紹介させていただきます。じゃあ甘エビ、アサリ、ホタテ、あとは、オリーブオイル、ペルノお酒です。あとはお水と塩コショウになります。玉ねぎ、人参、セロリ、ナス、パプリカ、トマト、芽キャベツ、ロリエ、あとは山菜のこごみとタラの芽と、ハーブ、あとはオリーブオイルとサフラン、塩コショウと、スープ用のお水になります。人参は皮を剥きます。皮は後でソースに使うので取っておきます。野菜は全部食べやすい大きさにカットします。パプリカの中の種は取っておきます。ナスはヘタを取ります。トマトはヘタを取って1/2にカットします。芽キャベツは1/4にカットします。ミネストローネの甘エビの、掃除をしていきます。まず頭を外して、皮を半分ぐらい剥いたら、尻尾の先っぽピュッと押すとすぐ出てくる。今日は甘エビを使ってるんですけど、ブラックタイガーとか、赤エビとか何でも大丈夫です。それとこの殻でこれからソースを作っていきます。そしたら沸騰したところに、山菜を少し入れます。山菜は、一度下茹でした方がちょっとアクとか、雑味が出ちゃうので先に下茹でしてちょっときれいに下処理しておきます。ただ後からまたスープに入れて少し煮込むのでそんなにしっかり火入れなくてもいいんで、だいたい1分ぐらいしたら、ざるで切って氷水で一旦冷やします。で一旦氷水に入れて色鮮やかにしてください。でフライパンが1個温まったら、分量のオリーブオイル、でここで、エビの頭をエビの頭と殻を入れて、割と強めの火加減で香ばしく焼いてください。
分量通りのオリーブオイル。焼きが甘いと結構生臭くなったり、エビのなんかこう嫌な匂いがつきやすいんで、ここをしっかり焼くのがポイントです。だんだん香りがすごいいい香りしてくるんで、ここでしっかり炒まったらブランデーとかでフランベするんですけど、今日はペルノっていうハーブの香草のお酒でフランベします。でアルコールが飛んだら、分量のお水、くずのところとか皮とかももったいないんで入れます。沸いたらちょっとアク取って、あとアサリをこの今ソース仕込んでる中に一緒に一回入れて口を開けちゃいます。そうすると貝の出汁もまたソースに入るんで、よりソースが美味しくなります。ソースの煮込み時間が約10分で完成です。10分以上煮ちゃうと結構エビのえぐみとかそういうのが出てきちゃうので、あんまり煮込みすぎないように。でこれも口が開いたらすぐにもう引き出しちゃいます。後からスープにまた入れるんで、その時に火が入るんで、ここでは本当に口開けるだけの作業なんです。火加減は中火から弱火の間ぐらいですね。コトコトコトっていうぐらい。次に甘エビの身なんですけど、この身も今ソース仕込んでる中にちょっと軽くしゃぶしゃぶって感じで、表面だけ少し火を入れて置いておきます。本当に一瞬です。そしてこの後は弱火でコトコト10分間煮込んでください。で今でだいたい10分ぐらい経ったので、そろそろこしていきます。でその時にちょっとエビの頭のところをスプーンのこの裏でちょっとえいって潰してください。エビの中の味噌の旨味とかも出てきて、結構濃厚な出汁が取れるんで。フライパンをしっかりよく熱して、分量のオリーブオイル入れます。最初に火の通りにくい人参からフライパンに入れていきます。ちょっと多めの油で火を入れるとすごく野菜の甘みが出やすいので、ちょっと多いかなっていうぐらいの油で焼くのがおすすめです。で人参がある程度油回ったら、次玉ねぎとセロリ入れていきます。で次パプリカ、ナス入れます。今炒めた野菜の方にこのエビの出汁を入れていきます。この時もちょっとえいと頭を押して、この美味しい出してください。ポイントは今こして入れたエビの出汁を、入れたらもうちょっと少し水分煮詰めてうまみ濃くしてください。その後に水を入れると美味しいです。強火でちょっと、水分飛ばしてください。スープ用の水入れます。で水を入れて、サフラン適量好みで入れて、あとロリエ1枚。ロリエは水と一緒に入れて、あんまり長い時間入れすぎるとちょっとロリエの香りが強すぎるんで、だいたい今10分ぐらい煮込もうと思うので、ちょうど10分ぐらいだと香りもちょうどいい感じですね。沸いたら野菜も食べた時に美味しいように割と短時間で煮込む、10分ぐらいで煮込んで、その代わりスープはさっきのエビの出汁で美味しくなってるんで、
ブイヤベースとミネストローネのちょっとこういいとこ取りというか、そういうようなイメージのスープ。煮込んでちょうど10分経ったところで、ロリエを引き上げます。そして残りの、芽キャベツとプチトマト入れちゃいます。トマトを入れるタイミングはお好みでいつでもいいんですけど、今回はちょっとさっぱりした感じで食べたかったので最後に入れます。潰れないような感じで。で芽キャベツも、スープに甘み出したければ最初に入れてもいいんですけど、結構エビの甘みが出てるのでキャベツは今回彩りも綺麗な状態で鮮やかな緑を残したいので今直前に入れます。先に入れちゃうと味は良くなるんですけど色あせちゃうので、トマトも芽キャベツもどちらでも大丈夫です。山菜とかを入れて中火でここから5分煮ます。山菜と芽キャベツトマト入れて5分経ったところで口だけ開けた、今回あさり入れます。エビも、はい、好みなんですけど先ほどペルノを最後に垂らして香りつけたり、あとは少しオリーブオイル、最後にまたフレッシュのオリーブオイルをかけて、であとは、ハーブのみじん切り入れます。はい、軽く両面に、塩をしてください。ホタテは全部煮込み料理の中にあえてこうソテーしたものが乗ると味わいとか食感とかに結構メリハリが出て飽きずに食べられるんで、今回ちょっとソテーしようと思います。強火でしっかりこう表面に香ばしい焼き色をつけるのが目的なので、本当に表面を香ばしく焼くっていうことだけで焼いてもらえればいいと思います。香ばしく焼いたホタテを真ん中にのせて、はい、完成です。